我が家の共通口座、毎月の残りが2683円です。ギリギリに見えますが、これはわざとです。皆さんこんにちは、あやです。2026年に結婚したばかりの新婚夫婦が資産形成を目指していく記録チャンネルです。我が家のスペックはこんな感じとなっております。今日は夫婦のお金の管理方法について全部話します。年収が違う2人が共通口座にいくら入れているのか、何に使っているのか、リアルな数字を全部お見せします。まず、共通口座への入金ルールから説明します。私たちはお互いの年収の額面の一定割合を12で割って毎月入金するというルールにしています。年収が多い方が多く入金する仕組みです。なぜこうしたかというと、私とケンは年収が違うので、同じ金額を入れるとどちらかの負担が大きくなると思ったんです。年収に応じて負担するというのが私たちにとって一番しっくりきました。夫婦のお金の分け方って正解がないので、参考程度に聞いてください。皆さんはどんな管理方法にしていますか？コメントでぜひ教えてください。ということで、毎月の入金額はこうなっています。あやが14万9717円、ケンが15万5100円、2人合わせて毎月30万4817円が入ってきます。ちなみに、ケンには6月と12月にボーナスがあるので、ボーナス月は追加で入金してもらっています。年2回、各17万円を家計貯金として入れてもらう形です。私は年俸制でボーナスがないので、毎月均等に入金しています。年俸制って野球選手みたいでかっこいい響きなんですが、一般人の年俸制はボーナスもなく、全然かっこよくもないです。では、共通口座から何にいくら使っているのか、全部公開していきます。まず、固定費から。ローン返済が毎月8万814円。金利は 0.525% です。変動金利で返済額の見直しが5年に1回行われます。次回の返済額の見直しが来年2027年にあるので、最近の金利上昇のニュースを見るたびにドキッとしています。次に火災保険が1000円。令和11年6月まで加入済みなので、更新に備えて毎月積み立てています。管理費、修繕積立金が25,320円。マンション暮らしの方はご存知だと思いますが、将来的に上がっていく可能性があるのが気になっているところです。次に光熱費。光熱費は月の目安として設定しています。ガスが平均約5000円。電気が平均8000円。冬場の電気代は暖房を使用するため1万円以上になりますし、ガス代も8000円近くになります。年間平均でこの数字を出力しました。水道代は平均約4000円。水道代は2ヶ月に一度まとめて請求が来るので、毎月4000円を予算に入れて請求が来た月に支払う形にしています。食費と交通費。食費の予算は約5万円。外食も含めた金額なので、2人暮らしではこんなもんかなという感じです。できるだけ自炊メインでやりくりしています。我が家はマイカーなしなので、必要な時にだけカーシェアを使っています。車を持たないというのは固定費削減という意味で大きいですね。日用品。日用品は月1万円を予算にしています。ふるさと納税の返礼品でトイレットペーパーやティッシュペーパーをいただくことにより、実質の負担をさらに下げる工夫をしています。そしてここが大事な積立貯金。一番目を引くのが旅費貯金の7万5000円ですよね。これには理由があって、私たちのポリシーは
節約するところは節約、使うところは使う。旅行は私たちにとって大切な楽しみなので、ここは削らずにしっかりと積み立てています。毎年1回は海外旅行に行きたいし、ケントのゴルフ旅行もここから出しています。全部我慢してストレスをためるより、楽しみながら続けられる方が長続きすると思っているので、皆さんは旅費の積み立てどうしていますか？コメントで教えてください。その他の積み立てはこちら。固定資産税の積み立てが5000円。固定資産税は年に一度まとめて請求が来るので、毎月5000円ずつ積み立てて備えています。冠婚葬祭積み立てが5000円。お香典など急な出費が来た時に慌てないための備えです。帰省費用積み立てが5000円。私も県も実家への帰省があるので、交通費をここから出しています。家電買い替え積み立てが5000円。家電はいつか壊れます。冷蔵庫、洗濯機、エアコン。突然壊れて慌てないように、毎月コツコツ積み立てています。ただ最近は毎月5000円の積み立てだけでは足りないかなと思っています。他の積み立て分を必要に応じて使わざるを得ない、または積み立て金額を上げることも検討しています。ということで、私たちの毎月の支出を円グラフにするとこんな感じです。ローン返済 27.6%、管理修繕費 8.6%、光熱費 5.8%、食費 17.1%、レンタカー高速代 4.8%、積立貯金 32.4% です。毎月の支出をまとめると、入金合計が30万4817円、支出合計が30万2134円、残りが2683円。ギリギリです。でも、これはわざとなんです。共通口座に残したお金ってなんとなく使ってしまいがちじゃないですか。だから積み立てに回せるものは全部項目を作って積み立てて、残るお金を最小限にする設計にしています。ちなみに共通口座から出ないものをまとめると、スマホ通信費、医療費、保険料、趣味・娯楽・外食費、サブスク、老後資産になります。今日は我が家の共通口座の仕組みを全部お話ししました。ポイントをまとめると3つです。1、年収に応じた金額を入金する。負担感のバランスを取るための工夫です。2、積立貯金を支出の中に組み込む。3、個人管理と共通管理を明確に分ける。お互いの自由なお金を確保しながら、経営はシンプルに管理。夫婦のお金の管理方法って正解は一つじゃないと思います。それぞれの収入、価値観、ライフスタイルによって合うやり方は全然違います。でも一回ちゃんと決めてしまうと日々のストレスがすごく減るんですよね。毎月誰がいくら出すかで揉めることもなくなりますし、お互いの自由なお金も確保できるので窮屈さも感じにくくなります。もしこれからパートナーとお金の管理方法を決めたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。次回の動画は、再現性あり、夫が積立保険を解約、洗脳させた方法です。私がどのようにして夫に積立保険を解約させたかをお届けします。パートナーが家計管理に無頓着な方、必見です。どうぞお楽しみに。チャンネル登録、高評価もしていただけると次の動画を作る励みになります。最後まで見ていただきありがとうございました。またね。